はい、皆様おはようございます。このセッションは、分科会15地域のつながりが災害を乗り越える力、広島からこれからの防災を考えるのセッションでございます。今後のセッションはですね、ジャパンプラットフォーム、それからピースインズジャパンの共催で、お送りを、いたします。そして、協力として、レジリナイト広島さんに協力を、いただいております。会場の皆様、結構今回は、月曜の朝から少ない方々なんですけど、ぜひもしよろしければもう少し前にぜひ来ていただいて、オンラインで今日ご参加いただいている、YouTube ですかね、YouTube でご覧いただいている方もいらっしゃいますので、ちょっとこの後私座らせていただきますけど、もしよろしければ皆さんもう少し前に出てご参加いただけたらと思います。改めまして私今日の共催の、ジャパンプラットフォームに所属をしております、柴田と申します。本日どうぞよろしくお願いいたします。ではちょっとここから座らせていただきます。よろしくお願いありがとうございます。ではですね、今日このセッションはですね、地域のつながりが災害を乗り越える力ということで、広島の地元の、方、それから、大学の先生にもいろんな方に呼んでいただいて、広島の防災を考えるという、テーマでお送りをします。でまずですね、ちょっとこの、始める前にですね、私の方から今回もちろんその G7 に向けてということで、先週、東京でありましたシビルサミットC7 サミットのつながりと、どういうふうにここが広島の防災がつながるのかということをちょっと私の方からご説明をさせていただけたらと思います。ちょっとパワポを皆さん今回はですねみんなの市民サミットということで、G7 に向けたサミットですけれども、私どもそのシビル7、C7 としてはですね、先週13、14日にですね東京で、C7 サミットというのを、開催を、いたしました。でちょっとそもそもですね皆さんも広島に私も東京から、おととい到着をすると、G7 に向けてかなり広島市盛り上がっているので、すごい通りにも G7 サミットというワードを見たんですけれども、そもそもじゃあこの C7 とはじゃあ何ぞやというところ、ちょっと改めてちょっとご説明をさせていただきたいと思います。昨日のオープニングに出られた方はもしかしたらご覧になっている方もいるかもしれませんけれども、ちょっと、ご覧になってない方もいらっしゃると思いますので、改めてご説明をさせていただきます。ですね、まず、G7 はですね、もちろんその世界の G7 国の、世界のリーダーと言われる国々の政策対話ですけれども、それに向けてですね、7つのエンゲージメントグループというのがあります。でこれはですね、市民社会としてその政府その G7 に向けて市民社会としていろんなテーマの方々が集まって政策提言を行うという枠組みでございます。でその中の一つに市民社会のエンゲージメントグループとしてシビルというのがあります。それ以外にビジネスとかですね、労働組合の L7 とか、科学者の集まり S とかですね、シンクタンクの、T とか女性 W、若者 Y というのがあるんですけど、その一つということになります。で市民社会のうちにさらにですねワーキンググループというのがありまして、市民社会といっても結構いろんなテーマがありますので、いろんなテーマに基づいてそれぞれの政策提言を考えるということをしてきました。で私自身はですねこの7つある、6つあるワーキンググループのうちのこの人道支援、紛争ワーキンググループというのに所属をしているんですけれども、ちょっとこのワーキンググループの特徴としては毎年その国の議長国によって、変わっているんですけれども、今年はもちろん広島での開催ということで、日本の、広島からの発信ということで、新たにこの核兵器廃絶ワーキンググループというのが立ち上がって、核廃絶に関する提言というのも改めて提言をしています。で私自身はその人道というところなので、この人道支援としてどんなことを提言しているのかというのをちょっと後でお話をしたいと思います。でですね
でC7 はそういう意味で、日本だけのものではないので、世界中の方が集まって、この C7 を運営しているというような形になっています。で、ワーキンググループ、6つあると申し上げましたけど、私はそのうちのですね、人道の、コーディネーターということで、意見を取りまとめる役割をしております。でこれが先日、東京でのサミットで、提言書を政府に渡した時の写真です。で、じゃあ人道の、ワーキンググループで何を、提言したかなんですけども、ちょっと概要だけいくとですね、人道支援、人道支援の紛争というとちょっと馴染みがなさそうですけど、日々連日ですね、おそらく人道危機、例えばウクライナの紛争であるとか、トルコの地震とか、さまざまな人道支援について我々も報道で目にすることがあると思います。で我々が最も提言をしたいことの背景はですね、今やもう世界で23人に1人が人道支援を必要としているということで、この人道支援のニーズというのは毎年実は増加をしているんですね。で人道支援の要因、なんで人道危機が起きているのかというのを、要因の主なやはり紛争です。皆様やっぱりウクライナというのは記憶に新しいと思いますけれども、それだけではなくてですね、世界ではもういくつもの紛争がたくさん起きているということです。あとはやはり気候変動の影響が大きいです。多分気候変動による大きな災害というのが年々増えていてですね、多分日本でもここ毎年ほぼもう記録を更新するような大雨とか台風が起きているということで、肌感覚としても気候変動による影響が大きいというのは多分皆さん感覚があるのではないかと思います。でこういうことをですね、もう人道危機が増えるのはなかなか止められないということで、もうやり方を、人道支援のやり方自体を変えていかない限り、もうお金がいくらあっても、人道支援に苦しむ人を救えないということで、もっと人道ニーズを減らす取り組みを政策としてやっていくべきだというのが主な背景にあります。で5つ人道ワーキンググループとして提言があるんですけれども、そのうちですね、皆様に少し関係するところにちょっと、をピックアップしたのがこの2つです。提言の2つ、挙げるとですね、現地関係者の行動とリーダーシップを強化するというのと、防災と先行的行動を重視する。ちょっと言葉だと書きにくいんですけれども、要はですね、人道支援、例えばウクライナで紛争があって難民がいましたという、いろんな国々から支援が集まるわけですよね。で我々も日本から支援に行きましたけれども、海外からその支援に飛んでいくんではなくて、現地に支援する人々、あるいは現地のことが分かっている人がいますので、その現地の人にもっと支援を直接出すべきだということですね。あるいは外からの支援を送っていくんではなくて、現地の人に話を聞いた上で支援をするべきだというのが一つです。であとは防災ですね。データによるとですね、その人道危機が起きてから、あるいは災害が起きてから、今我々支援もしますけれども、そこよりもその防災にお金を投資する方が、その起きた時の支援のコストが7分の1になるというデータがあるので、もっと防災に投資をすれば人道ニーズは減らせるということです。でそういう意味ではですね、日本防災もう大会たくさん毎年あって、地震も台風も起きますので、防災ということはもういろんなところで行われていると。で特に我々も2018年日本豪雨のような今までに体験したことがないようなその災害というのをここ数年見ていると思います。でそれを踏まえてですね、おそらく広島でもたくさんの防災であるとか備えの取り組みということが行われていると思いますので、そこがまさにですね、今回の提言とも実は同じでですね、日本からも実は日本ではこんなことをやっているんだということを発信できることがたくさんあるのではないかと、あるいは海外の事例をもしかしたら学べるかもしれないということで、その G7 に向けて我々が発信することはまさに皆さんと関係することだということは今日のちょっとテーマであります。でこれを踏まえて今日はですね、ピースウィンズさんがですね、広島でやられている防災の取り組み、それから、広島の市でですね防災もう地元でですね、防災活動を、されているお二人と、それから、地域防災に、取り組まれている、
磯内先生にお話をお伺いをすることになっております。それではですね、この後はピースウィンズさんの今日のイベントの共催者でもあるピースウィンズさんの橋本さんにお話を聞きますけれども、ピースウィンズさんはですね、アメリカからですね、実はその資金をもらって防災活動というのをしておりまして、今日このイベント実は講演にアメリカの国際開発庁というのに講演をいただいているんですけども、そこの話をですね、今日橋本さんにお話をいただきたいというふうに思います。では橋本さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。おはようございます。朝早くから、分科会への参加ありがとうございます。今ご紹介いただきましたピースインジャパンの橋本と申します。短い時間ですけれども、ピースインズの取り組みについて、少しお話しさせていただきます。と前にですね、皆さん日本で昨年1年間震度1以上の地震何だったかご存知ですか？1番1964回、2番2034回、3番3377回。どれだと思いますか？手を挙げていただいてもいいですか？1番だと思う人、2番だと思う人、3番だと思う人。ありがとうございます。皆さん今2番3番1番はお一人もいらっしゃらなかったんですけども、3番多いっていうのは日本すごい地震が多いっていうふうに皆さん思ってらっしゃるということだと思うんですね。実は昨年これだけありましたですね。実は1番なんです。といっても、皆さんが多いって感じられていることは決して間違いではないんですね。実はこれ10年ごとの地震の回数を、気象庁のデータからまとめたものなんですけれども、1980年から1989年の10年間は年平均900回ぐらいだったんです。それが今2010年から2019年は3377回なんですね。2000年を境にしてぐわっと上がってるんです。で今2010年から2022年は、3年でも私はこの近々にっていうかこの2020年から2029年の間に大きな地震がまたあるんではないかというふうに思うぐらいデータを拾っていると感じます。もう地震だけではないんですね。ちなみにこの緑の線は震度4以上の地震回数です。もう全体に比例して、大きい地震も増えているんですね。日本は世界から見たら水害、風害、雪害ですね、地震、もうさまざまな異常気象であるとかによってですね、災害が起こるもう自然災害多発国であることには間違いありません。でその中でですね、実はピースウィンズジャパン、1996年に日本でできた、団体なんですけれども、人々が紛争や貧困などの脅威にさらされることなく希望に満ち尊厳を持って生きる世界を目指して、活動している団体です。もともとは国際支援が中心だったんですけれども、特に東日本大震災以降ですね、国内での問題への取り組みを強化しています、ね。その中で実はごめんなさい、先ほど柴田さんからもご紹介いただいたんですけども、アメリカ合衆国国際開発庁 USAID とのパートナーシップですね。アメリカという国が、言うなれば日本という先進国に支援をするっていうのは、しかも東日本大震災みたいな大きな災害ではなく平時から支援するっていうのは、これはすごく特別なことだと思うんですね。実はこれ当時ですね、西日本豪雨の時に当時の米国大使のツイッターでですね、米国政府は人道支援と西日本豪雨災害の援助活動を行っている NGO ピースウィンズジャパンへの資金援助をするという前例のない協定に署名をしました、ね。この資金援助に加えて米国の組織や国民から引き続き献金が行われています。我々は日本と共にありますとツイッターでつぶやいていますですね。2018年の西日本豪雨災害、北海道東部胆振東部地震、日本の組織で初めて日本国内の支援に関してアメリカ政府から助成を受けて、現在も被災地支援を行っております。西日本豪雨ですね、私どもジャパンプラットフォーム、そして皆様からの多くの寄付金を受けてですね、このように事業を実は今も行っています。この中に広島県のコミュニティの
再構築地元団体の運営支援ということでも、行っていますけれども、 USAID からも最初は寝具以来の提供の寝具とか衣類の提供などのご支援を受けました。そして現在ですね、この防災事業として、日本の、地域の防災力を強化するっていうことで、この USAID からの支援を受けて行っていますですね。本当にこの日本のことなのに、日本政府ではなくてアメリカから支援を受けているっていうところが大きなポイントだと思っていますですね。で現在、この6月まではですね、USAID4ということで、南海トラフを想定した、想定地域を対象にした、事業ですね。本当に東日本大震災の経験を例えば高知の方と共有していただくであるとか、マビーでの西日本豪雨の、水害の経験を、この南海トラフの地域の方々と教育していただくとかっていうような、そういうですね、地元の、地域の防災力を高めるという活動をさせていただいています。で現在この4月からはですね、これを全国が対象になってですね、日本全国のこの地域防災力をどういうふうに高めていくかということを、行うというふうに思います。例えばですね、防災イベントへの参加開催であるとかですね、地域間の、経験の交流の促進ですね、災害を受けていない、もしくは、あまりにも過去すぎて今いる方々が災害の経験がない地域と、すでに災害を経験した地域との、意見交換であるとか交流、これは本当に、地域レベル、行政レベルですね、促進していますですね。それから、支援者ですね、医療従事者とか自治体職員へのトレーニングですね。それから、こういう体験を伝える冊子の作成等々ですね、これは本当にアメリカの支援で行っています。では、本当に災害が起こった時は緊急支援ですね。緊急支援の時にはその活動の中で、地域の特性を理解し、防災の鍵となるですね、ファクターを把握し、そしてパートナーを見つける、地元の団体のパートナーを見つける、そして、そこから復旧復興支援という中で、ビルドバックベターですね、より良い地域づくり、コミュニティに根ざしたですね、本当にその地域に合わせた、その連携しながら支援をしていくということ、そして現在この防災減災地域の防災力を強化するですね。先ほど柴田さんから、お話があったように、やはりもうこの世界人道支援もそうですし、自然災害、多くの自然災害が起こっています。その中で災害は防ぐことができません。しかし私たちは災害によって何が起こるかということは想定することができます。その想定することによって、できるだけ災害の前にその想定したことに対して対応していく、ね、そうすることによって、災害後のですね、復旧ですね、復旧復興っていうところ、また緊急のですね対応っていうところがですね、確実に行われていくんだと思います。一人も取り残されることのないようにということでですね、私たちもこれからも活動していきたいと思いますし、ぜひですねこれを機会に自分たちの地域でもつながってほしいというところがあったら、お声掛けいただければと思っております。今日はですね、これから、まず、この広島の西日本豪雨の後ご支援させていただきました、スカイ共同センターの大迫さんから次お話を伺いたいと思います。はい、おはようございます。はい、スカイ共同センターの大迫と申します。本日はよろしくお願いします。まず自己紹介からさせてください。スカイ共同センターの今代表って大迫と申しますけども、年齢60。ちょっとマイク近づけて。はい、わかりました。聞こえますか？すいません。はい。もう一回言いますね。はい。大迫と申します。
広島県の坂町で、にいます。それで、会社員で、ずっと消防団に入っていたんですけど、防災士を取って今、そちらの方も活動しているところです。広島県の坂町での私たちの活動を今からご紹介するんですけども、広島県の坂町は広島市と呉市の間にあります。1万3000人ぐらいの町です。このように海もあって山もあってきれいなところで海の牡蠣が名産です。特産です。平成30年7月にとても大きな豪雨に遭いました。でこれに人の被害20名の方が亡くなったり、そして多くの建物が被災して、全壊も70とか、大規模破壊も150、多くの方が家を失うわけです。でそこで多くの方が自宅に住めない状況の中で、仮設住宅というところに住みます。その仮設住宅が、5億から3ヶ月後ぐらいにできるんですけれども、応急仮設住宅というのはこのプレハブの住宅、他にも、借り上げた自宅がアパートみたいなものも含めてですね、1年後に184世帯の方が、家にまだ帰れずに住んでいるという状況があります。でそこに、いろんな支援が入るわけです。ボランティアさんが入ってきて、このように多くの方々が皆さんが不安になられたりすごく悲しまれているところを心を和らげてあげたいという思いで県外からもいろんな方が来られました。で特にサロー活動をやってくる中で下にあるような大学生が来て、で足湯ボランティアであったり足湯をしながらいろんな話を聞いてあげるんですね。そうするとつぶやきながらやはりそこで気持ちが少し楽になるというようなことがあって、で私とそれから社協にいらっしゃる方が2人この活動に特に大学生のが遠くから来るもんですから、その方たちを佐賀町の方でお手伝いするという役割をやっていました。2名でやってたところでした。でじゃあその中でですね、すぐに唐突にスカイ共同センターになるんですけど、20年の10月に設立したというのは、実は西日本豪雨のですね災害被害を受けた佐賀町、なかなか佐賀町の中でですね、その外部からの支援はあったんですけども、地元の方が支援だってなかなか出てなかったと、参加が少なかったなというのを思いまして、それではいけないので地元の住民が主体となって何かできるような器があったらいいんじゃないかということでですね、立ち上げることになりました。でそのきっかけ、先ほども言いましたけどちょっと丁寧に言うと、その地域の中で取り残される被災者の存在ということで、この自治会に入ってない時に例えば土砂被災した家屋に土砂に書きといいますかボランティアさんが入るわけですね。でそこに、例えば自治会に入ってないそのお宅、そこが後回しになってしまったりとか、それから応急仮設住宅って2年ということも限りがあるんですけれども、その自治会というのもその中にも設立されなかったりとか、あるいは地域のその近くの自治会にも入れないような事実がありました。それからボランティアに至ってはですね、やはりボランティアの実際にボランティア活動をする佐賀町住民も少なかったなというふうに感じましたし、それから私の方でお手伝いさせていただいてたその寄り添う活動、その仮設住宅応急仮設に行ってお茶会やったり、そういういろんな学生さん来てから来られる方のいろんなお手伝いというところにも町民の参加があまりなかったというところで、器を割るということから始めました。でそうするとじゃあ何ができるのかなっていうのを位置づけとしてこのような感じで考えてみました。佐賀のスカイっていうのは佐賀地区、横浜地区、小屋浦地区の頭文字を取って SKY というふうにつきました。でそこで、この豪雨災害から起きたその被災者の困りごと、そういったものをですね、町とか、社会福祉協議会等に入ってくるんですけども、その中で町や社会福祉協議会等でできることもありますが、なかなかそれでできないようなちょっとこぼれ落ちてしまうようなもの、そういったものは、住民で主体でやっていけるんじゃないかと。やっていかなきゃいけないという思い、それを住民塾と、それから、ごめんなさい、住民塾と、こういった、住民社会福祉をいろんな団体とも一緒になってやっていこうという思いで、おります。でメンバーの中にはこのように佐賀町の住民だけではなくて大学の先生にも入っていただいて、いろんな初めてのことなので教えてもらいながらやっているところです。
主な事業の中で今日ご紹介するところがこの四角の中なんですけれども、災害公営住宅の方々ずっと仮設住宅の頃から顔見知りでずっと続けているんですけれども、そこでやっている今の活動、それからちょっとは大きく地域の中でも家に帰ったけれどもなかなかコミュニティの再構築が必要だっていう、なかなか会う機会もないねっていうようなところがあります。そういう機会作りというものを今やっております。でまずは公営住宅の人間関係作りの手伝いということで、孤立する人が出ないようにつながりを強めるための支援というのを今、これはもう仮設住宅の時からもやってるんですけども、また新たに公営住宅に変わって、またメンバーが変わって、またさらにそこからもコミュニティを作っていかなきゃいけないというところ、そこからのお手伝いが外部でできないかなというところです。このような住宅ができました。70世帯ぐらいが今入っているところなんですけども、残念ながらできてすぐにですね、コロナの影響で会えないような状態でですね、各会で顔合わせをするみたいなことでですね、集会所で何かするということもなかなかできないような状態が続きます。でそれで、そういう時にずっと、私たちも個別にちょっとお会いできることもあったんですが、なかなかできないところ、それは公的なところの支援として地域支えセンターっていうのが必ずそういう大きな災害の時にはできます。何をするかというと、被災した方々の心のケアとかをする方々です。でその方たちが、ずっとやってこられたと。で、私たちはようやくそのコロナが落ち着いてきた頃から、今度はサロンとか、そういった機会、住民の方々が集まる機会を作っていくことをやりました。で、実はその地域支えセンターっていうのは、ずっとそういう方々と顔なじみでやって顔見知りで支えてきたんですけども、どうしても行政の場合、どっかでやめなければならないということで、そういうまだ必要だっていうところがいらっしゃるんだけれども、去年の3月末に亡くなってしまいました。でその時に私たちがずっとその方々とも仲良くしているもんですから、どうしようと、ここにある上の、こういう状況でやってきたものがですね、今度役場の保健健康課とか包括センターに移る、それはそれでいいんですけども、それが、すぐに顔なじみになって仲良くできるわけじゃないですよね。それをどうしようかなと思っていたところ、それを私たちのところにですね、元の相談員さんが来てくれて、そのサロンに参加してくれるようになりました。でそこでサロンで参加する中でいろいろとまた今まで通りのそのお付き合いを継続的に毎月できるようになってきたということ、それは私たちのようなそういう民間の器といいますか、住民の器があってよかったかなというふうに思っているところです。公営住宅ではこのような皆さんがやってみたいっていうことをやってます。健康体操であったりとかゲームとか、というようなことなんですが、大学生にも入っていただくとそれがすごく皆さん喜んでいただいて元気になって帰っていただくっていうことを月1回ずつ2箇所でやってますけども、1回ずつは必ずやるということをしております。地域の交流、今のは狭いところの災害公営住宅の被災者の方々だったんですけども、地域そのものもすごく被害に遭いました。20名ほどは16名かお亡くなりになられた小屋浦の地域でいくと、このように今の災害後災害前で白いところが増えていると、家がなくなっちゃったということで、コミュニティ要は一緒に皆さんが仲良くする機会作りということが必要だというふうに思いました。でそこで皆さん住民の方々もいろいろ考えていて、集会所がいるよねという話になりました。でそれも集会所にいるって言っても行政に頼ってできるもんじゃないということでですね、実は三原にあった仮設住宅、木造の仮設住宅があったんですけど、それが取り壊されるということになって、それをもらおうやっていう話になりました。で、NPO 広島 NPO センターさんにもご相談して間をに入っていただいたりして、私たちは再建のための資金と調達、それから広島県からの建物譲渡の仲介、これをやらせてもらいました。でこのように皆さん、これすごく木造の仮設住宅、その仮設住宅の再利用の広島県の第1号にもなったものです。ということで、皆さんが協力して実は建てました。で中でですね、子どもたちにもこんなこと書いてもらって、未来メッセージ書いてもらったりしてですね、いつか見てもらいたいなと思っています。で今ではですね、地域の中でみんなが集まる機会として、バザーやったり子ども祭りをやったりをしてますし、私たちも何かできないかということで、スーパーもなくなったし、銀行もなくなったし、お医者さんもなくなったということで、じゃあスーパーマーケットの代わりにマルシェやろうということでマルシェやってます。でマルシェはもちろんこうやって買ってもらうこともあるんですが、一緒に来
来ていただいた方でお茶飲んでもらったりして、ついでの交流っていうのをやっていただきたいなと思っております。地域の中では家に帰ったんだけども、やはり危ないところがあって、高齢者の方から連絡いただいたら、このように土のをついたりいうこともしています。仮設住宅は2年というぐらいっていうなってるんですけども、実は4年半住まれた方がいます。ようやく坂町は2月に仮設住宅が取り壊2月から仮設住宅が取り壊されました。最後のこれ引っ越しのお手伝いです。ということで、今のプレハブに住むっていうことも大変だなということにもつながるんですけれども、こういった活動もさせてもらってます。地域の中ではですね、やはりつながりとても大切です。高齢者とのつながりは少しずつあるんですが、なかなか子どもたちのつながりができない。それと子どもたちもなかなか居場所がないっていうのがコロナもあるし、危ないとか安心安全なところがないっていうこともあって、保護者さんがいろんなことを考えていらっしゃったので、そこにお手伝いできないかということで、子どもたちがやろうとしているやってみたいことを叶えるような、今のこういうツリーハウスみたいな大きなものを作ってみたり、あるいは自然体験をするようなところのそういうお米を作るところにお手伝いしたり、そこの最後の横のところの部については、これは宿題、夏の宿題を手伝うみたいなこともやらせてもらっています。で、次につながるもの、次の災害に備えということで、やはりこれだけ被災を受けたところ、やはりその被災の体験をつなげていかなきゃいけないことは間違いない。で、それをどう進めていくかということなんですけども、やはりそれは地元の住民ができることがある。そこを私たちが何かお手伝いできないかということで今やっている取り組みです。大学生の方に来た時にですね、こうやって地元の方、被災者の方とお話を聞いたりとか、冊子を作るのをお手伝いしたりということもありますし、伝承ホールができましたので、それを有効活用したいなという思いもあります。で、実は坂町って、今のような天災のその豪雨災害、それから人災でいくと原爆の慰霊碑もあります。多くの方々が坂町に亡くなられて、それを合同で埋葬したみたいなこともあって、そういう慰霊碑もあります。ということで、今の被災のそういった学習というものは、人災であり天災で坂町ではそれができるというところをこれからどんどんやっていって、やっぱりそれは被災地がお世話になった責任でもあると思ってやろうとしています。それから地域の中での防災講座というのもやらせてもらっています。これは小学校が子どもたちが作った防災マップ、これ全国の防災甲子園で大賞を取らせていただきました。これをご指導いただいたのは、今日後からお話しいただく柳佐子先生です。ということで、子どもたちがみんなの前で発表したらですね、どうなるか。アンケート見ると、子どもが頑張ってて大人が恥ずかしいとか、大人がやっぱりやらなきゃいけないっていう気持ちになるわけです。だからそういう意味では、子どもたちがやってることっていうのはすごく大切で、それを大人たちが学ぶっていう、子どもから学ぶものたくさんあります。みんな被災者でもあるから、それだけ説得力があるいいものができています。で、さらに、これが地域の中でやってる防災、訓練、これについても、ただ単に防災訓練で避難訓練しようって言ったら集まらないんですね。でもうそれ考え方変えて、避難場所で、ご飯食べようっていうふうに変えました。ご飯食べるために避難するんですが、これは避難の訓練だ。要は防災と言わない防災みたいなことも取り入れてやられているところがあります。そういったところも支援をしております。はい、ということで、私たちが今やっていることはすごく小さいことだと思うんですけども、それが実は皆さんのところにあればすごく大切なものかもしれません。当たり前のことをとても大切にしていただきながら、それが防災につながるような気も今やってみながら思ってますので、やってみられたらというふうに思いまして、今日そういう話題の提供をさせていただきました。どうもありがとうございました。はい、大迫さんありがとうございました。私もその2018年に支援に入りましたけれども、当時はたくさんのボランティアグループとかですね、 NPO が広島にたくさん入ったんですけど、やはりその外部からの支援者では本当にどこにニーズがあるのか実はわからないので、やはりまさに小迫さんでご説明いただいたスカイさんがここは足りてないんだというで、この人たちが支援のニーズがあるんだっていうところは、やはりその地元だからこそなので、そのスカイさんをご設立されていろんな取り組みされたというのは大変勉強になりました。またその地域センターとの次のフェーズとのなんでしょうね、ギャップを埋めるみたいのもやはりスカイさんだからできることなのかなというふうに思いました。貴重な話ありがとうございました。はい。
はい、それではですね、今お話にも出ましたけれども、次はですね、広島市の安佐北区の落合学区自主防災連合会長の柳迫長宗さんにお話をいただきたいと思います。それでは柳迫さんお願いいたします。はい、皆さんおはようございます。今紹介いただきました落合学区の柳迫でございます。私、本日は落合学区の自主防災会の会長ということでお話しさせてもらいますが、その他にも広島市の防災士ネットワークの代表もしておりますので、そういう防災に関してですね、いろいろこれまで取り組んだ内容について本日話をさせていただければと思います。まずはですね、本日このように、みんなの市民サミット2023でですね、こういうふうにお話しさせていただく機会を設けさせていただきましてありがとうございました。できるだけ、私たちの活動内容をですね、皆さんにお話しできればというふうに思っております。私若い時には広島市の消防職員でございましたが、若い時に消防署におりまして、いろんな自然災害にも出動しておりました。いろいろ災害経験をする中で、広島市はこの画面にありますように、6.29災害ですね、平成11年に発生します。それから平成26年には 8.20 災害、それから先ほどから話が出ております平成30年に西日本豪雨災害というふうな災害が起きておるわけです。で、どうしてもですね、ご覧のように行方不明、死者の数が年々増えているというのが現実で、私たちも消防職員であったり、あるいは防災関係の仕事をしていたりというようなことをしながらですね、なんとかこの犠牲者を少なくしようというふうなことをいろいろ取り組んできたわけですが、なかなかその成果が現れてこないというのが現実です。で、どうしたらこの災害の犠牲者を少なくすることができるかというふうなことにいろいろこれまで考えてやってみたわけです。で、まず考えてきたのがですね、この原因と避難場所別の犠牲者数というのを見ていただければ分かりますように、全体的に広島のこういう豪雨災害の場合には、屋内で犠牲者になる方が多いということがよくお分かりになると思います。洪水、河川、土砂災害に分けておりますが、ほとんど屋内ということになります。で、地震災害と比較したときにこの状況がやっぱり違ってくるんじゃないかというふうに思います。しかも広島の防災を取り組む中でですね、やっぱり住民の皆さんにいろいろ接していくときに、地震よりもやっぱり土砂災害、豪雨についてですね、皆さん方の興味が高いというのはやっぱり現れてきております。こういうところから、本日もですね、災害にはいろいろあるわけですが、豪雨災害、土砂災害についてのお話にちょっと重点を絞って話をさせていただこうかというふうに思っています。でですね、皆さん方、防災を考えるときに、先ほども大迫先生の話がありましたように、やっぱり地域のコミュニティが大事だろうというところは皆さん、認識していらっしゃると思います。それはですね、やっぱりここにありますように、最近の社会の状況が変わってきたというところが私が考えて出したわけです。交通網が発達して仕事場と住宅地が離れている。昔は農作業なんかやるとですね、災害が起きたらすぐ家に帰る、あるいはいつも家のそばにで仕事をしたりしていたというふうな状況。それから地元が農業とか林業で働く人が多かったというふうな時代がありました。それからだんだんと各家族があるいはお父さんお母さん、これが働く世帯が増えてきた。それからもう一つ、町内会自治会に入る人がだんだんと減ってきたというふうなことが原因と現れてきております。これはですね、
近隣の名前や核家族構成を知らないで助け合うことができないんだというふうな、そういう地域の変化が現れてきました。私がそこで考えたのが、自主防災組織をもっと活発化して、それで、一人一人の個人の方に防災について勉強していただこう、そういう機会を作ろうというふうなこと、それからもう一つですね、これが一番私今気にしているところなんですが、正常性バイアスで、皆さん自分だけは大丈夫というふうな考えをお持ちと思うんですが、これをなんとか少なくしたい、排除したい。例えばですね、小学校なんかで防災授業をやりますが、家に帰って家庭の中で話をしたときに、どうしてもですね、親の方が避難なんかせんでもええとか、今までしたことないとかいうふうな話を子供の前でするわけですね。そういうことがあっては、やっぱり避難率が上がってこないし、災害から身を守るということがだんだんと少なくなっている。しかもそこの中に今の地域特性の先ほど説明したような内容が出てくるということがあるんじゃなかろうかというふうなことで、これらを一つの問題提起として私たち今取り組んでいるわけです。それで一つの大きな問題として町内会自治会活動が低迷しているということで、今私がおります落合学区の自主防災会としてもですね、この活動を何とかして、少なくしていきたいというふうに思っておるわけですが、行政としてもですね、30年の7月豪雨の後ですね、中央防災会議の方から、避難の在り方という報告がありまして、これまでは行政主導の取り組みを改善することによって防災対策を強化するという方向性を今度は見直してですね、住民が自らの命は自らが守る、知識を持って自らの判断で避難行動をとって、行政はそれを全力で支援するというふうな言葉が発せられたわけですね。となると、やっぱり住民の皆さんが自分の命は自分で守ると、でそれらの対策について行政の方がいろいろと支援をしていただけるという、もうこういう活動の仕方をしていかないといけないというふうに思うわけです。でそこで私たちも一つの行動の考え方というものをここで見直していきました。で自分の命を自分で守るにはやはりどうしたらいいかということになりますが、昨日もある地域で話をしましたら、やはり、裏に砂防堰堤を作ってほしいとか、川の中にある石とか木を取り除いてほしいとかいうふうにハード面の対策の要望をほとんどの方が言われます。でじゃあ皆さんは避難をしますかって言ったら、避難はせんよというふうな、そういう話になっていくわけですね。ですからそれではやっぱりダメだろうというふうに思いまして、やっぱりそこで自立した防災活動、自主防災活動をやる必要があるなというふうに思って、それを自立した活動にですね、行政の方に支援をしていただくというふうなことになっていると思います。しかしながらですね、そこの中でやはり行政が支援をしてくれると言いながら、ここの自分で避難できない方、例えばお年寄りの方とか障害をお持ちの方とか赤ちゃんとか、そういう方たちに対してはまた特別にみんなで支援をしていこう、あるいはそういう避難の体制を作っていこうという特別なやっぱり対応の仕方をしていかないというふうに思っております。だからそれが自主防災会の役目であって、これから取り組むべき方向性ではないかというふうに今思っているところです。で私たちが今進めているのはですね、まず人づくりというところです。人づくりということと地域づくりという2点について本日話をさせていただきますが、まず人づくりとして大人の防災教育、これは家庭で取り組む内容ですが、家庭の中でちゃんと非常持ち出し袋を用意しています。折半も代わりの中で非常持ち出し袋を用意してますかって言ったら、
1万円か2万円ぐらいの袋を買ってきて置いてあるって言われるんですが、実際に何が入っているかよくわからないというふうなことになります。ですから全部ひっくり返して空にして、で家族でもう一度見直してください。でその中で3日ぐらい自分の家を停電にして、で停電にした後必要なものをどんどんリュックサックの中に詰めていく、そういう方法がありますよという説明をしました。そういうことでですね、非常持ち出し袋を確実に自分の必要なものを用意する。それから避難場所の確認、町探検ですが、やはりこれについてもですね、避難場所はどこですと言って行政が指定しておりますが、今遠い避難場所でですね、私たちはもう足腰も弱くなって避難することもできないというふうな意見がありますので、自分で避難場所を見つけたらいいじゃないですかというふうに言っております。行政の指定している避難場所だけでなく、自分の命を守るための安全な場所はたくさんありますので、そこに避難するようにして、それにはですね、自分がちゃんと防災について勉強せんとダメですよというふうな話をしております。それから地域の危険箇所の確認、それからお年寄り、赤ちゃん、障害者、こういう世帯の方を確認するとか、避難場所での必要なものを確認するとか、そういうことも言っております。私たちも広島市防災ネットワークという組織を作っておりますので、そういう組織に加入していただいて、毎月研修会しておりますが、そういう研修会でそれぞれの方の防災意識を高める、知識を高めていただく。あるいは、もう一つですね、一般社団法人で、協会も結成してですね、若者たちが入ってくるような防災活動をしやすいような組織作りもしております。これはやはり若者たちはやっぱり生活が一番ですので、やはり一つ一つの活動するにも交通費とか、あるいは小遣いがいるんじゃないかというふうな程度のもんなんですが、そういう支援ができる、そういう組織作りをやっていこうということで、今法人の結成もいたします。ですが、この子どもの防災教育というのは、先ほど話しました、正常化バイアスの話しましたが、その中でやっぱり家庭の中でちゃんと子どもが避難をしようと言ったら、親も一緒に避難する、そういう知識があったり意識がなかったらいけんというふうに思いまして、私たちはその取り組みの一つとしてキッズ防災士というものを認定をいただきまして、今それをしております。これは広島県のみんなで減災推進課と協力いたしまして、認定書、缶バッジというものをプレゼントしながら、マイタイムラインの勉強をしたいというふうな活動を今しております。それから次に恋恋キャラバンというものをやっております。ですね、この左側が先ほどお話ししましたキッズ防災士の認定でですね、缶バッジと認定します。で、右側が恋恋キャラバン。恋恋キャラバンはゲームをしながら、そのポイントによってですね、皆さんにおもちゃを持って帰っていただくんですが、そのゲームが防災のゲームです。で、方法としてですね、一番ここがポイントなんですが、ゲームをする指導員の方が地元の交付系の方ということを一応指定してあります。ですから親がですね、自分の子どもあるいは付近の子どもに防災ゲームを教えるわけですから、恥かいちゃけんのんでちゃんと事前によく勉強していただくというふうなことでですねやっておりますが、左側の下が、ゲームをしているところ、これで右側がこいちゃん救出大作戦といって搬送ゲームをやっていると、そういうふうにして、取り組んでおります。その他小学校の防災教育の総合学習の時間でですね、防災の授業を取り入れていただいたり、中学校の防災士を養成するというふうにやっておりますが、この中学生の防災士が先般提案をしてきたのがこの推し活とプラス防災の話でした。非常に私らも聞き慣れん言葉を急に子どもが言うてくるんでびっくりしたんですが、こういうふうなことをやっているようです。
それからもう一つ地域づくりでございますが、地域のコミュニティの醸成といたしまして、自主防災会の活性化、これを今取り組んでおります。防災員制度というものを設けまして、地域に防災士を養成して、その人たちを防災委員として任命している。これ一般の自主防災会は町内会の役員さんが入っているはずなんですが、私たちはその役員でなくって自分で手を挙げて防災をやりたいという人、あるいは子ども会とか PTA の中で、地域で何らかのボランティア活動をやりたいというふうな方を集めて防災委員という制度を作って、そこで、活動をしております。それから地域づくりは防災、防災は地域づくりからという標語を設けてですね、他団体と連携しながらいろんな活動をやっております。今回もそういう意味でですね、ピースウィンズさんのご支援をいただいて、JR ローカル線を使いながらですね、被災地を巡るという活動を行いました。それから、これに伴って近隣の自主防災会の支援をしたり、あるいは一緒になって訓練をしたりというふうなことも進めております。最後に防災情報の話ですが、安否確認システムというシステムを、ちょっと作りましてね、あるんですが、安否確認システムといいまして、スマートフォンにこういうアプリを入れてですね、町内会の皆さんに災害の時に情報伝達、そして今度それをですね、避難をする時に手伝ってほしいとか、助けてとか、あるいは助けに行かれますよとかいうふうな情報をですね、私たちがそれを情報として取り入れていって、災害の時に活動するというふうな、そういう活動をしております。こういうような活動をしながら何年かやってきたわけで、今回、総務大臣の方から表彰をいただいたということで、皆さん方にご報告させていただきまして、また教育していただいた方々にお礼を申し上げたということでございます。以上で私の発表を終わります。ありがとうございます。はい、柳咲子さんありがとうございました。本当にさまざまな取り組みを聞かせていただいて、私もちょっともっと知りたいところもあったんですけど、ちょっとまたにして、ただ先ほどからコミュニティが大事という話はもう割と皆さん出てるし知っていながら、町内会がもう今形が変わってるっていうのは多分広島他の地域でも同じですし、おそらく全国同じ課題を抱えてるんだと思うので非常に勉強になりました。あとやっぱ子どもっていうのがやはりキーなのかなと思いました。先ほどの佐子さんの話でも子どもの活動というのがされていましたし、推し活と防災ってすごい欲しいなと思って、もうさすが子どものアイデアはすごい大事だなと思うので、すごいあとアプリもですねいろんな新しい技術も取り入れられて非常に興味深かったです。ありがとうございました。はい、ではですね、続きまして次は、香川大学、創造工学部、特命准教授でいらっしゃいます、磯内千佳子先生に、地域防災についてお話をいただきたいと思います。はい、香川大学磯内です。よろしくお願いいたします。私の方からはですね、先ほど大迫さん、柳迫さんの本当に実践的なお話とはまた少し違った観点で、このつながりを作っていくための一つの手段として地区防災計画という仕組みがあります。そちらのご紹介をしていきたいと思います。自己紹介ですが、所属香川大学に勤務してるんですけども、自宅が倉敷におりまして、今日のお話の中でもですね、平成30年7月豪雨で被害を受けられた倉敷市真備町の皆さんとの活動についてもご紹介していきたいと思います。専門分野としては地域の防災を専門にしておりまして、専門にしていると言いつつも、研究のスタイルとしては大迫さんとか柳迫さんのように地域で活動されている方にですねご一緒させていただいて、私も一緒に勉強させてもらっているというようなところが自分自身の研究スタイルとしております。で先ほどからお二人のお話の中にも出てきてるんですが、柳さんさんのお話の中でもですね、防災は地域づくりからというお話がございました。本当に私も共感するところでして、防災から町づくりを始めるということも一つのきっかけになるでしょうし、町づくりを進めていく中で、
結果としてその一つの手段として防災に取り組むというところもですね、町を良くしていく非常に良いポイントになるかなと思います。で防災というテーマのすごく良いところは、全ての人に共通の課題であるというところが一つ大きな良いポイントかなと思います。小さなお子さんでもどんなに元気な若者でもですね、お年寄りの方でもお金持ちでもそうでない方でも、この防災というテーマは切っても切り離せない課題ですので、これを一つテーマの中心に掲げることでたくさんの方をつなぐ、そういったきっかけがですね、この防災というトピックに含まれているなというふうに感じております。で、今日ご紹介いたしますこの地区防災計画という仕組みなんですが、この私自身感じておりますのは、このつながりをですね紡いでいく手段の一つかというふうに思っております。この仕組み自体は、東日本大震災の教訓を踏まえて国の災害対策基本法という法律を改正してですねできた仕組みでして、地域に暮らす私たちが主役になって地域の特徴を生かした災害時のマイルールを作る取り組みになっています。でここに自助、共助、公助というところの真ん中に地区防災計画制度を置いてますが、まさに住民の皆さんの取り組み、そしてそれをサポートする公的な枠組みの取り組みで、みんなで取り組むための仕組みというものをですねつなぐ連携のための制度がこの地区防災計画制度になっています。制度の特徴としてはこの3点ほどあるんですが、ちょっと具体的にお話をしながら進めていきたいと思います。で、今この地区防災計画制度なんですが、全国的にですね取り組みが本当に加速してまして、できたのが平成26年からで、ちょっと私の娘の生まれた年からなんですけども取り組みが進んでいるところです。で、じゃあちょっと今全国で実態的にどんな感じかというところなんですが、地域防災計画に反映済み、ちょっとこれから2種類の数字をお話ししますけども、反映済みという数値と地区防災計画策定に向けて活動中というこの2種類の数字をお話しします。で、この地域防災計画に反映済みという数字の意味は、言葉が似てるんですけどもですね、地域防災計画というのは法律に基づいて行政が用意している自分たちの地域のですねやることリストです。広島市であれば広島市地域防災計画書というやることリストを市役所の方で作ってます。これ全国の自治体で作られてます。で、もう一つ地区防災計画というのが私たち住民主体の取り組みで主役は私たちになります。でですね、この地域防災計画に反映済みとあるのは、実はこの地区防災計画制度の大きな特徴として、住民の私たちが作った計画が行政の作ってる地域防災計画書というやることリストの中にですね、位置づけられるというところが大きな特徴になっています。私たちが自分たちの地域の災害時のマイルールこうですよっていうのを決めて、それを行政に提案してあげると。当然行政よりも地域に暮らす私たちの方が地域の実情には詳しいので、より現地の状況に即した活動っていうのが促進されると。先ほどの柴田さんの方からの災害支援、こういった人道の取り組みの中で、現地の声を聞くというお話がありましたが、まさにそういったところに通じているかなというふうに思います。で、この数字の意味は言うと、行政の方の地域防災計画書というそういった文書の中にすでに皆さんの声が入っているのが全国で2030地区です。これはあくまでも事務手続き上の取り組みなんですが、2030ということです。で、一方でこの5100というのは、まだ行政の方の役所の文書の中には入ってないけれども、その取り組みに向けて活動しているのが全国で5000というような数字になっています。で、これの調査自体はどういうふうにやってるかというと、年に1回内閣府の方が各都道府県に紹介をして、お宅の都道府県の各市町村でどういうふうにやってるかっていうのを出してくださいというふうに調査しているものです。で、今ご紹介している数字も、令和3年4月1日時点で、昨年度も同様調査してますので、また今年の防災白書に数字が出てくることになっておりますが、数字の少し意味方のご説明すると、あくまでも行政が把握している数字ということになるので、実態としては、行政の方が把握してなくとも地域の皆さんが主体的に頑張っている地域っていうのはもっとたくさんあるので、潜在的にはですね、もっとかなりの多くの地域がこの取り組みをされているというふうに考えております。で、この地区防災計画というお話をさせていただくときに、実はこの制度の名前が地区防災計画制度という名前なんですが、
ちょっといろいろ分かりにくいので3つの視点があるということをご紹介しておきたいと思います。1つがですね、地区防災計画にはその取り組みそのものが一番大事です。先ほど柳迫さんのスライドの中にもまず挨拶をすることということが書いていただいてました。私もそれを見て自分の考えていること正しかったな、合ってたなというふうにすごく安心したところではあるんですが、まさにそういった日頃の付き合いだとか挨拶を大切にして、そして、大迫さんのスライドの中にもお二人のスライドの中にもありましたが、さまざまな取り組みをしていくというところが一つこの取り組みの特徴です。で2つ目はこの地区防災計画は制度の名前なんですけども、制度の目的はですねさまざまな機関の連携です。で連携が目的なので、取り組む際にはより多くの関係者を巻き込んでいくことがポイントになります。一部の例えば町内会の役員の方だけでですね計画作りをしてそれを自分たちの地域の計画だというふうにするのではなくて、よりたくさんの方、住民の方全員のですね意見を聞いて計画作りを進めていくというところが非常に大切なポイントになってきます。でこの制度の中で要求している唯一の事項はですね、地区防災計画書という文書を作ってくださいよというところです。でこの文書にするというところの大きなメリットとしては、やはり一緒に活動するといってもですね皆さんそれぞれ事情があるのでなかなかの活動にも参加しにくいということがあるかもしれません。でただその取り組んだ内容また決めたルールを紙にして文書にすることで、その時参加できなかった方にも配ることができますし、また文字にすることで自分たちの思いをより明確化することができます。でその明確化することで、ここに巻き込むことがポイントというふうにもしましたが、自分たちの地域以外の支援していただく方にもお配りして、私たちはこういうふうにしたいんだというふうな目標を共有することができるので、そういった意味でもこの地区防災計画書という文書はですね非常に重要なポイントがあるかなというふうに思います。はい、ちょっと地区防災計画の仕組みをですねざっとご説明しましたが、これ以降この取り組みに関連した事例をご紹介したいと思います。1つ目はですね、先ほど申し上げました倉敷市の真備町川辺地区における取り組みです。これはピースウィンズさんにも多分にご支援いただいてさまざまな取り組みを展開しているところです。西日本豪雨で被害を受けた地域でちょうど場所的にですねこの高橋川と小田川に挟まれたエリアが川辺地区になりますので、川に挟まれているという地域特性から、地域のほぼ全域が水に浸かってしまったと。で結果として、ほとんどの住居が全壊、床上 1.8 メートル以上の浸水になってしまったということです。でほぼ全域が浸水してしまうと、どういうことが起こるかというと、大半の住民の方がですね一旦この川辺地区外の仮設住宅等に転居していったということになります。である一定の期間町の中に誰もいない状況が続いてしまうと、やはりもともとあった町内会だとか地域のつながりを活用した活動というのを継続することが困難になってしまったというところです。でこういう困難な状況の中でですね、地域の活動が、始まったのが住民有志のですね若いお母さんたちのボランティア団体です。川辺復興プロジェクト歩くという住民の有志の皆さんの立ち上がりの中で、最初はですね、LINE 等を使ってあそこで今日はお風呂入れるよとか子どもたちの学用品こういうふうにもらえるよとかっていうような情報交換をしていったんですが、そういったことが始まりのきっかけになり、住民有志の活動としてまた未来ミーティングというですね地域の復興また防災を考えるまたこの任意の組織が立ち上がりました。でこの組織が今はさまざまな外部の支援団体とのハブになったり、また住民の活動をですね主体的に取り組みを進める大きな枠組みになっています。で今この川辺未来ミーティングで取り組んでいる一つ特徴的なこととしてですね、今ここに女の子がたすきを結んでますけども、安否確認の仕組み作りです。でこれ黄色いたすき大作戦というふうに呼ばれていまして、この、皆さん使い方多分想像つくと思うんですが、玄関にこの無事ですと書かれたたすきを結ぶことで災害時に声かけをしやすくするというような活動があります。やはりこの皆さんの西日本豪雨の時の教訓からですね、なんであの時あの人に声をかけずに避難してしまったんだろう
自分が避難したことで自分は優等生だと思ってたけれども、でも実はあの時自分が声かけしなかったからご近所の方が怖い思いをしてしまったんじゃないかといったようなさまざまな学びの中で、声をかけやすい仕組み作りとしてこの黄色いたすきを使われています。たすきが掲げてあるということを、地域のルールにすれば、逆に掲げてなかった場合には何か困りごとがあるということで声かけをしやすくなると。たすきが掲げてなかったんですけど何かお困りですかというような形でですね、声かけをしやすくなる、そういった効果もあるかなと思います。で今この川辺未来ミーティングは住民有志の皆さん取り組みをずっと進めてきたんですが、よりみんなで取り組める活動にするためにですね、今度は川辺地区全世帯に配達特定地域郵便で防災チームというメンバー作りを募集をして、この新たな川辺防災チームを作ってですね、みんなで取り組める体制づくりを進めていくという活動に移行しています。これ地区防災計画のやはり目的としては住民全員の方を対象にしているというところがあるので、非常にですねこのみんなでということを丁寧に取り組みを紡いでいらっしゃる事例かなというふうに思いました。でもう一つご紹介する取り組みがですね、同じ岡山県になるんですけども、津山市の城西地区という地域です。ちょっとパソコンが一瞬リードしたので、もう一回スライドの共有をし直しますけども、はい、この津山市の城西地区、岡山県の県北の方なんですが、この城西地区はですね、平成28年からこの取り組みを始めて、地区防災計画書という文書を岡山県で初めて作った地域です。でここの地域では、28年に国のモデル事業の取り組みの中で活動を始めて、そして、令和2年の1月にこの県のモデル事業の中でですね、これ中でというかタイミング的にここで地区防災計画書が作成されたんですが、ちょうどこの時にですね新型コロナウイルスの感染の拡大が始まってしまいまして、例に漏れずここの地域でも活動を一旦停止せざるを得なかったということがありました。でただですね、ここのタイミングの前までに地区防災計画書という文書、そして取り組みをしていたことで、このコロナ禍の中でも活動を非常に丁寧に継続できたというメリットがありました。一つちょっと状況をご紹介したいと思います。この城西地区ではですね、毎年令和2年毎年11月の第4日曜日が、こういった実動訓練をするというルーチンでこれまでやってきました。で令和2年度のこの全国の防災訓練はいろんな地域で見てみてもやはり中止になってしまう地域が非常に多かったです。でそんな中でもこの城西地区ではこれまで毎年やってきたこのルーチンをやるかやめるかという議論がありました。で訓練をやるに決めたところでは、そうするとやっぱり事前に密な打ち合わせをしなければいけない。で毎月ここの地域は第3火曜日の夜7時からこのまちづくり協議会の部員が3、40人ほど集まって会議を進めてきたんですが、それは月光として、感染対策と逆行してしまうということでいろいろ悩まれたんですけども、やはりここではたとですねポジティブな思考に変換していくと、コロナの中でもやはり災害は起こるだろうと。でなのであればそのコロナ禍の中で避難所を運営するためにはどうすればよいかという練習をしなければならない。じゃあ今回の訓練でも密を避けるためにはどうすればよいかという練習をしようということと、それと、地区防災計画書にですねこの避難所運営のための班構成、それとやることリストっていうのをもう決めていました。でそうすることで打ち合わせそのものも、この班別に少人数で打ち合わせして、で当日のですね訓練実施そのものももうブースタイプに切り替えて、一斉にやるということではなくて、ブースごとの活動でそれを住民の方に、一緒に体験してもらうというような形にしています。で実施時間もですね固定した時間ではなくて午前中のうちにいつでも来てくれていつ帰ってもいいですよっていう形にすることでコロナ前よりも参加者がたくさん増えてですね、結果住民の方にも運営側にも非常にメリットが高かったというようなご報告を聞いております。
で、こういった事例を拝見すると、この地区防災計画書という文書そのものなんですが、こういうのノウハウが地域の防災の教科書として文書化されるので、一つやはりこの活動していく上でですね、部会員の交代というこの新年度の大きなイベントがあるんですが、そこの中で、コロナ禍で引き継ぎがうまくできなかったような状況の中でも、皆さんまた新しい部会員の方がこの地区防災計画書を受け取って、それに基づいて活動を継続していくということが非常にしやすかったということもありますし、また文章を作っていくという過程そのものがですね、みんなで取り組んでいくという時の一つのつながりづくりに非常に効果があったというふうな感じを受けております。以上で地区防災計画また地域の防災についてのご紹介終わりたいと思います。ありがとうございました。磯内先生、ありがとうございました。まさにそう先ほどの、黄色のたすきというのがその、住民の声かけによって、住民を守るという過去の経験から学ぶという重要な視点かなと思いました。先日のその C7 サミット海外の取り組みでも今やその災害が起きてから住民の命を救うとか、レスキューに行くよりも事前にその住民の命を守る取り組みがやはり何より大事なんだというメッセージがありましたので、まさにそういう活動の象徴なのかなって思いました。はい、ありがとうございました。